都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。いや、新しい格ゲープレイする時ってテンション上がるよね。確かにそうですね。私はちなみに全キャラパッと触ってみて、どのキャラクターが一番自分の胸に響くかをこう確かめる瞬間が楽しいんですけど。ああ、推し探し。そう、推し探し。なるほどね。いやー、新作プレイしたいなお、いらっしゃい。ー。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いします。今週はいよいよ2月17日に発売を迎える SNK が世界に送り出した大人気シリーズの最新作「ザ・キング・オブ・ファイターズ15」を大特集。1人目のお客様はアバオ選手。ザ・キング・オブ・ファイターズ14アーケードバージョンバートゥーファイト2018優勝など数々の大会で活躍、言わずと知れた強豪プレイヤーです。2人目のお客様は初めてのご来店となる M ダッシュ選手。公式世界大会ザ・キング・オブ・ファイターズ14ワールドチャンピオンシップ優勝。海外でもその実力を認められているトッププレイヤーの一人です。初めて出会った時のことは覚えていますか？K14 で、知り合ったんですね。じゃあ結構最近なんですね。そういう意味では。はい、K14 が発売して1週間ぐらいの、時に渋谷で対戦会が行われていて、やっぱり発売したばかりか、参加数も多くて、自分のブロック誰がいるんだろうと思ったらいるんですよ。自分からしたら M ダッシュっていうプレイヤーは、それまでの全国大会とかでも何回も優勝してるようなプレイヤーだったんで、M ダッシュいるなって実際にそこで対戦したっていうのが多分初めての出会いですね。その結果はどうでしたか？もうテリーにはめられて負けました、いやマジで誰だよこいつなんて周りで言い出して攻略が独特で、馬場さん、そんなことするみたいな、そういう攻略なんですよね。じゃあ教科書に載ってないような。僕からしたら僕の教科書には載ってないんですけどね。そしてお互いをどんなプレイヤーだと思っているかもお伺いしたいと思います。先ほどお話した通り、最初はちょっとスタートが遅かったりするけど、最終的には強くなるプレイヤーっていうのもあって、ゲーム像としてはそういう印象があるんですけど、普段の生活とかちょっと抜けてるところが抜けている。例えば忘れ物をしちゃったりとか、道を間違えたりとか。来ましたね。そうですね。俺一回どっか行ってパスポートを落としましたよ。で一緒になってパ探してたりとかスポートはやばいっすね。したら知り合いのホテルにあったっていう。知り合いのホテルの部屋にあったっていう。そういう抜けてるところもあるんですけど、ゲームになると、一気にガラッと変わるみたいな、隙がないっていう。本当に相手の隙を突きに行くのがうまいんで、相手をめちゃくちゃ見てる。プレイとその普段のところのギャップが。格ゲームあるあるですよね。そうですね。その何か捧げてるという。そう。馬場さんは真面目ですね。研究熱心だし、イケメンで爽やかで、ゲーム上手くて。ありがとう。結果出せずに苦しんでた時期もあったんですけど、でかい大会で優勝できて頑張り屋だなって。頑張り屋。いい方です。上げしかない。下げがない。押してます。押してます。シリーズ待望の最新作が2月17日に発売されますが、ザ・キング・オブ・ファイターズシリーズの魅力についてまずはお二人に伺いました。やっぱりもう見てすぐ分かると思うんですけど、3人1チームで戦うっていうところが一番大きな魅力になるのかなと思います。あと KOF ってもう長い歴史が長くて、1994年からそうなんですよ、出てるんで、かつ毎回キャラクター数が多いんですよ。確かに。で新キャラも多く追加されたりするんで、相当なキャラ数がいるっていうところもやっぱ魅力になってくる。なるほど。自分のオリジナルなチームを作れたり、そういうところにやっぱ魅力を感じますね。戦略の部分がそうですね、チーム戦になることで幅広くなっている。そうですね。1994年からスタートしたシリーズなんですけれども、最初に出会ったのはどの作品なんでしょうか？僕は、その94からなんですよ。突如現れたオールスターゲームみたいな印象が強くて、
その前の、SNK から発売されてたリュウコの剣とか画廊伝説もちょっとプレイしていたんで、まさかそのキャラクターが一緒に戦ってるっていうのがすごい印象的でびっくりした思い出が残ってますね。なるほど、M ダッシュさんはいかがですか。97です。 97。駄菓子屋小学校の帰り道とか友達がよくガチャガチャプレイしてて、で影響されて駄菓子食いながらもうラーメンバーバーなんて食いながらも楽しそう。もうわちゃわちゃやってました。KOF の中で最も思い入れがあるタイトルはどれになるでしょうか。思い入れがあるタイトルは実はもう前作の、KF14 になるんですね。今までその KF94 から、実際に続けて、プレイはしていたんですけど、どちらかというと楽しみながら友達と、近場の友達と楽しむぐらいの程度でやってたんですけど、14からもう本当に世界チャンピオンになりたいぐらいの気持ちでやりだしたっていうのが一番14が強かったので、思い入れにそう残ってるっていう。なるほど。僕師匠がいたんですけど、もう今はもう引退していないんですけど、出会ったのも2001ぐらいで、今は亡き新宿モアのゲーセンを紹介して、一緒に遠征したりとか、そこでいろいろなプレイヤーと対戦したり知り合ったりして、2001がやっぱ一番思い入れがありますね。なるほど。お二人のザ・キング・オブ・ファイターズシリーズにまつわる一番の思い出について聞かせてください。たくさんの思い出あるんですけど、せっかくなんで今日は M さんがいるので2人でチームを組んで全国大会に、参加したことがあって、それが 2on2 の、大会だったんですけど、店舗で予選を、優勝したら、実際に決勝トーナメントに出れるっていう、形式だったんですけど、うちら2人だったらちょっとサクッと取れるかなぐらいの気持ちでもいたんですね。実際に予選始まってみたら、決勝までは行くんですけど、で決勝で負けてしまって、でそれが多分5回か6回ぐらいね結局はなんとかギリギリですね、予選の予定のギリギリで最後取れて、決勝トーナメントにもなんとか出れて、なんとかうまくいって優勝ができたって。すごい。結構辛い記憶もあり、最後には嬉しい記憶になったんで、あとちょうどそのルールが KF でやっぱ3人1チームなんですけど、キャラクターがかぶっちゃダメ、1キャラでも。そうなんだ。それは難しいですね。そうなんですね。自分たちのキャラクターが結構かぶってて、でメインキャラの譲り合いとかをして、それもあってなかなか結果にもつながりにくかった。それはちょっと普段とは取り組み方変わっちゃいますよね。変わりましたね。俺誰使ってたいろんなキャラ使ってたよね、M さんも。普段使わない草薙京とかもM さんが使って、で2人が被ってたベニマルっていうキャラクターをじゃあ自分が使えるとか、譲り合いだ。そうですね。それで予選取れなかったから、後の予選では逆にベニマルを返してみたいな。そうだよ、そうなっちゃいますよね。でも優勝できてよかったですね。本当によかった。じゃあ M ダッシュ選手は一回世界チャンピオンを目指してたんですけど、でなかなか結果が出せなくて、2019年のエボジャパンでようやく優勝することができて、その日はもう泣きましたね。嬉し泣き。で逆に悔しかったことが、中国によく招待されてたんですけど、大会で、で毎回のように上海に負けて、その翌年だっけな、2008年、エボジャパンでようやく上海にリベンジすることができて、そこでまた泣いて。いろいろその辺が思い出ですかね。いや、そう KOF っつったらやっぱ M ダッシュ対上海みたいなところありますよね。ありますあります。やっぱり日本から見てると、実際にそのエボジャパンとかでやっぱりその組み合わせが始まると、もうみんなでこうして見ててM さんが勝った時はやっぱちょっと泣いてる人とかもいて、半年ぐらいずっと負けてたのかな。中国をね代表する格ゲーマー上海っていう人がいるんだけど、簡単に勝たせてくれないな。めちゃくちゃ強くて、歴史ある一戦なわけですね。6年ぶりに発売される待望のシリーズ最新作「ザ・キング・オブ・ファイターズ15」。まずはシリーズの基礎知識から教えていただきます。キングオブファイターズってやっぱり 3on3 チームバトルのところですよね。そうですね。この中から、3キャラクターを選んで対戦するってことになるので、今、39キャラクターいるところから3チームの組み合わせを選ぶみたいな恐ろしい組み合わせ数があると思うんですけど、それをみんなが悩みながら決めるみたいな
流れになりますね。その一番人気のキャラクターというか、はいもうこれぞっていうキャラクターは。系譜と言ったら草そう薙京ですよねいおりっていうのはいおりですよねそうですね、一番そうね初めのタイトルでの主人公とライバルっていう、そして今作から登場する新キャラクターイスラにも注目です。今っぽくて可愛いですね。そうですね。中南米のキャラなんですよね。そうですね。確か。そうなんですね。これがねまたキングオブファイターズメキシコとかでもすごい人気あるから、おーやっぱね人気ある地域のキャラ出てくるのよ。そうですね。お二人のお好きなキャラクターはどのキャラクターですか？僕はこのレオナっていうキャラクターあ、可愛い。96から出てるんですが、はいいろんな大会に出て、んで結果も出してきたりしたんで、そういう意味合いもあってなんかずっと使ってそういう結果とか出てくると、そこですもう愛着が出てくるみたいな。おー、Mダッシュ選手はお好きなキャラクターはどのキャラク僕はターでしょう？このサングラスをかけてる K ダッシュというキャラですね。お僕のプレイヤーネームの由来でもあるキャラなんですけど、ずっと使ってて、もう結果も出せて、ね、このキャラがいたから勝てたっていうのもあるので、思い入れのあるキャラですね。なるほど。愛を感じます。結構このまでのシリーズって区切りがあって、おーそうオロチ編だとか、ネスツ編とかアッシュ編とかってあったんですけど、はい今回ついにその各編のシリーズの主人公たちが共演してるっていうのがあるんですよね。一番初めの系譜の主人公だった草薙京で、その次の K ダッシュ、はい。その次のシリーズの主人公になったアッシュクリムゾン、そして今のシリーズの主人公であるシュンエイが揃ったっていうところですね。は続いてシリーズの集大成ともいえるバトルシステムについて教えていただきます。他の格闘ゲームと、まず、基礎システムで違うところっていうのが、ジャンプの種類がとにかく多いっていうところになるので、通常ジャンプとあとは小ジャンプと中ジャンプ、そして大ジャンプっていう4種類のジャンプがあります。はい。小ジャンプと中ジャンプで、この間隔の、狭いジャンプで攻めたり、大ジャンプで遠くから飛んだりとか、そういうことができるシステムになっていて、地上は、ダッシュで、早く相手に近づくことができるので、地上からも寄れるし、空中からもいろんなジャンプを使って寄れるみたいな。機動性がかなり高めの格闘ゲームだっていう。でも意外とこのランなんだけどダッシュ慣性が乗らないっていうのがそうなんですよ。あるんですよね。ここでピタッて止まるので。そう結構走る格闘ゲームって技出すと一緒に動くんだけど、そうなんですよね。手押しは動かないんですよ。そこで止まるという。止まる。新システムのシャッターストライクについて解説していただきます。これは通常時に使うと相手の技を、受け止めながら攻撃することができる、いわゆるガードポイントみたいなものがついてて、その後に攻撃を繰り出すっていう技になります。これを当てることによって相手がダウンしてその後に追撃入ったりするようなシステムですね。当てるとゲージが返ってくるっていうのはちょっと面白いですよね。そうなんですよね。普通は1ゲージはこうやって消費するんですが、当てると当てた瞬間に 0.5 ゲージ返ってきます。その新要素についてMダッシュ選手どのように感じられましたか？例えばこうやってキャンセルで出すことによってコンボに組み込めるようになって、それちょっとスピードじゃない。例えばこんな感じで、でダメージを伸ばせるようになったんですよね。だからうまいところで使うと、そのゲージの消費を抑えながらリターンに変えていけると。そうですね。さらに前作と今作の EX 必殺技の違いについて解説していただきます。前回は、発動状態にならないと EX 技が使えないっていう制限があったんですけど、今作は好きなタイミングで、0.5 ゲージ左下のパワーゲージというゲージを、使うことによって好きなタイミングで打てるようになったので、そういった必殺技の使い勝手も変わってるっていうところですね。この EX 必殺技って大体そこからのコンボにしか使わないみたいなそうですね。感じでしたけれども、今回は単純にその立ち回りの中で繰り出せる一手段として、技が増えてるっていうそんな印象ですよね。そうなんですよね。あとはマックス発動、これはこれまでと継続ではあるんですけど、ゲージ消費量がアップしてますよね。クライマックス商品のコマンドが統一されて、オルつなぎ CD、これで全キャラこの同じコマンドで
クライマックスのちょいが出せるようになったんですよね、はい、なのでこれ1個覚えるだけでいいって、だからキャラ別とかはないので、分かりやすくて初心者の方にもいいんじゃないかなと思います。確かに初心者に優しい。そうですね、覚えやすくなりました。お二人その触ってみてのですね率直な新作への感想を聞かせてもらえますでしょうか。今作って前作の K14 ベースっていうのが感じられるんですけど、それだけではなくて例えばその EX ワードが一戦も出せるっていうのって、その前の作品の KF13 って同じようにいつの状態でも EX ワードが出せたっていうのもあって、結構いいとこ取りをしたような作品になってるっていうのを感じましたね。なるほど。快適にプレーができて、もうそんなストレスもなく、これはかなりいい作りになってるんじゃないかなとは思いました。 KOF15 の魅力確かに受け取りました。そうなると見てみたいのがお二人のガチ勝負となってくるんですが、お願いできますでしょうか。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。一本選手制で対戦していただきます。アバオ選手 vs M ダッシュ選手。楽しんでやりたいんですけど、K14 も一番最初はその始まった時に M さんとやってスタートしたっていうのがあるので、今日この場をスタートだと思って臨みたいと思います。アバオさんには最初勝ったことがないんで、今日はこの場で壊しに行きたいと思います。はい、ありがとうございます。まずは順番を決めていきます。これ後半にいるキャラクターほどゲージが増えていくっていうシステムなんで、順番も非常に大事。確かに順番大事ですね。まず先鋒対決はアバオアッシュ対 M ダッシュベニマル。アッシュはためキャラクターですね。飛び道具とサマー的な技を持っている。まずはそしてベニマルは足が長い足技強力なキャラクター。上から踏み込んでいくアバオ、そこに対してしっかりとしたためできていました。2部を押しての対空。あとこんな感じでぴょんぴょんと跳ねながら牽制相手に触っていくっていうところが駆け引きですね。そしてアッシュは飛び道具接地技を持っているのか。上から距離を離してバントーズ牽制しますが、割り込んでいる。こちらもスーパー稲妻キックで対空撃。稲妻キックには反撃。アバオが攻める。入れ替わっている。ここでガードキャンセル。投げを外して、しかし吹っ飛ばしを押していきます。いい位置が入れ替わりました。ガードキャンセルで離していくのはアバオのアッシュ。さあここは空中ヒット。ダメ足に追い詰められたのはゲームダッシュ。バントーズ。ここは一旦距離を離しますね。さあそして上からこのように小ジャンプを使った攻めは非常に強力なゲーム。お互いにうまく上からの牽制。お互いにゲージが1本ずつ溜まりそうな状況です。上バックステップ、距離を離してじっくりと動いていきます。さあコンボからダメ足回り込む。時間がないぞ。体力リード。わあこれぶっ放していった。アバオのセンスが光ります。こうなればあとは逃げるだけ。タイムアップ、なんとか逃げ切りました。最後吹っ飛ばしからのいいコンボも決まったんですけれども、先鋒戦勝利したのはアバオダッシュでした。そしてこれ中堅 M ダッシュは自身のリングネームの由来ともなった K ダッシュ。こちらはこれ、炎を吹き飛ばしていくフローバイツ、これを使ったさまざまな派生技強力。しかし投げているのはアバオだ。できれば早いタイミングで M ダッシュはこの中堅K ダッシュで勝利を収めたいところ。早く勝てば勝つほど体力が回復してくるので、ここはじっくりだ。残り体力わずかのアバオアッシュに対してここは攻め込んできましたアッシュ。そして小ジャンプ、中ジャンプからの吹っ飛ばし。これ中堅対決ほとんど体力差ありませんね。アバオの中堅はハイデルンが登場。これはもう KO94 からいる非常に昔からのキャラクターですね。さあ上からジャンプを使っていく。投げを外す。クロスカッターでの牽制。 EX クロスカッターは結構段階が遅い。割り込んで M ダッシュ。いや割り込んだ。これ体力リードを取ったのは圧倒的にアバオのハイデルン。まとわりついていきたい。ジャンプ攻撃からガードキャンセル。逃げるのはアバオです。飛び力が大きいぞ。EX クローバーツ。
上リーチが長い、上から攻め込む、アバオがリード、おどこでも判定の EX で拾って、しっかりとコンボ叩きつけて、しかしムーンスラッシャーで割り込むのはアバオです。エムダッシュのゲージは2本、カウンタクトしっかりとつないで、しかし割り込んだしゃがみへ。まず大将を引きずり出されてしまったのは M ダッシュです。大将の登場はロバート竜子の剣のキャラクター、こいつも足技が強い。しっかりとフィニッシュプリケと飛び道具でしっかりと牽制、時間を稼いでいくのはアバオのハイデルン。リーチも長いです。上しっかり見ていた龍が遊撃剣、なるべくここは M ダッシュしっかりと取っていきたい。削ってきましたね。これで大将対決ももつれ込みました。アバオが大将に用意していたのは、最初にねこのキャラクターを語ってくれましたレオナ・ハイデルン、こちらもムーンスラッシュハイデルンに似た技をたくさん持ってますね。空中攻撃の強力だが、ここはしっかりと対空、このゲームかなりゲームスピードが速いので対空難しいんですが、おっと空中ヒット、後転でなんとかやり過ごしてマック殺動、おっとミスになってしまった。逆にマック殺動返し、おおイヤリングどんだけやり込んでるの、まだ発売してないよ素晴らしいコンボ、叩き込んで体力移動大幅に取っていったのはアバオ。しかしここから M ダッシュの逆襲が始まるか、画面足に追い詰めることはできている。ゲージもない。西プリケ上から EX ムーンスラッシャー入れ替わっている。中段どうなる、うわ竜が相打ち丸が持っているぞ。しかし体力リードは大幅にアバオだ。イヤリング爆弾、そこに対して EX 遊撃剣、ゲージこの1本うまく使っていきたい。うわーいい踏み込みからの着地下だ勝者アバオ。大将対決までは本当に互角みたいな試合だったんですけど、一番最後大将対決で決めれたコンボが、あそこでダメージ取れたっていうのが大きなところで、今作もいいスタート切れたなとやっぱスタートダッシュの神には勝てないですねアバオさんの背中を見てこれからね頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで本日も閉店のお時間となりました。本当にまずキャラクター数が多いので、それだけで見てても楽しいですし、初めて見る人にもすごく分かりやすいシステムもあったので、発売が楽しみだなと思いました。いいタイミングで振り返れたなと思って、今までMさんとの思い出とかも話せたし、こういうこともあったなっていうので振り返れて、また KF15 に対するモチベもこれで整ったなと思うんで、本当に今日は呼んでいただきありがとうございますといったところになります。はい、ありがとうございました。やっと念願のハメイジュの出演ということで本当にありがたく思っています。いやこちらこそありがとうございます。こうしてアバオさんと出れたのもすごい個人的には嬉しいです。また何かあったらお願いします。はい、ありがとうございます。呼んでください。ということで今夜の影喫茶アメジュン、お客様はアバオ選手と M ダッシュ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次回はギルティギアストライブ特集、ダル選手と TY 選手がご来店、お楽しみに。